皆さん、おはようございます。ケンです。今朝9時ぐらいです。今日僕は休みです。仕事が休みです。今僕は海を歩いています。このビーチを歩いています。僕は朝が好きです。今日は皆さんと一緒にここを散歩しながら日本語で話します。日本語でいろいろなものを比べます。いいですか？日本語でいろいろなものを比べます。比べるときに使う文法と言葉をたくさん使います。今日もたくさん日本語を聞きましょう。はい、じゃあ行きましょう。まずは天気について話します。今日は晴れです。いい天気ですね。今日は晴れです。皆さんは晴れと雨、どっちが好きですか？僕は晴れの方が好きです。今日はいい天気です。晴れです。僕は晴れの方が好きです。いい天気の時、僕は気持ちが良くなります。いい天気の時、楽しいです。晴れの時、散歩ができます。僕は晴れの方が好きです。皆さんはどうですか？晴れと雨、どっちが好きですか？もう一つ天気について話します。皆さんは暑い日と寒い日、どっちが好きですか？僕は両方好きです。僕は暑い日も寒い日も好きです。両方好きです。僕は暑い時、よく海に来ます。暑い時、そして天気がいい時、海に来ます。でも、天気が悪い時、僕は家にいます。エアコンをつけます。そして家の中で過ごします。冬、日本は冬の時、時々雪が降ります。僕は雪が大好きです。今僕は台湾にいます。台湾は雪が降りません。なので僕は悲しいです。残念です。雪が降らない冬はあんまり好きじゃないです。でも雪が降る冬は最高です。皆さんはどうですか？
暑い日と寒い日、どっちが好きですか？次はシャワーとお風呂について話します。シャワーです。皆さんは毎日シャワーを浴びますか？僕は毎日シャワーを浴びます。毎日寝る前にシャワーを浴びます。毎日必ずシャワーを浴びます。シャワーを浴びてから寝ます。シャワーを浴びないで寝るとちょっと変な感じです。僕はいつも夜寝る前にシャワーを浴びます。皆さんも毎日シャワーを浴びますか？シャワーを浴びる人、朝シャワーを浴びますか？夜シャワーを浴びますか？僕は普段夜シャワーを浴びます。今僕は散歩しています。今まだ朝です。僕はこの散歩の後、家に帰ってシャワーを浴びます。今日はちょっと特別です。今日はちょっと特別です。散歩の後、家に帰ってシャワーを浴びます。そして多分昼ご飯を食べます。次はお風呂です。日本の家にお風呂があります。僕の日本の家にもお風呂があります。僕の台湾のアパートにもお風呂があります。皆さんの家にもお風呂がありますか？僕は冬寒い時お風呂に入ります。冬はほとんど毎日お風呂に入ります。夏は暑いです。ね、暑い時あんまりお風呂に入りません。僕は冬お風呂に入ります。でも冬忙しい時、僕はシャワーだけ浴びます。冬の時間がある時、ゆっくりお風呂に入ります。でもほとんど毎日お風呂に入ります。皆さんはどうですか？シャワーが好きですか？お風呂が好きですか？どっちが好きですか？僕はお風呂の方が好きです。お風呂の方がゆっくりできます。ゆっくりできるからお風呂の方が好きです。皆さんはどうですか？はい、次は食べ物について話します。食べ物です。じゃあまずパスタとピザ。皆さんはどっちが好きですか？パスタ美味しいです。ピザ美味しいです。両方美味しいです。皆さんはどっちが好きですか？パスタもピザもイタリアの食べ物ですね。でも今はいろんな国にパスタと
ピザがあります。たくさんの人はパスタとピザを食べます。僕は時々家でパスタを作ります。僕は料理が好きです。僕は時々家でパスタを作ります。ピザも作ります。でもピザはあんまり作りません。ピザはちょっと時間がかかります。ピザを作るときにピザ生地がありますね。あれは日本語でピザ生地と言います。ピザを作るとき、ピザ生地を作って、で、ピザ生地を切って、伸ばして、それからピザを作ります。ピザソースも必要ですね。ちょっと大変です。なので僕はあんまりピザを作りません。でも僕はレストランでピザを食べます。パスタは結構簡単です。僕は家で時々パスタを作ります。皆さんも料理が好きですか？家で時々パスタを作りますか？パスタもピザも美味しいですね。パスタを作る人、どんなパスタを作りますか？じゃあ次は日本の食べ物について話します。日本の食べ物たくさんあります。いろいろな食べ物があります。今日は寿司について話します。皆さんは寿司が好きですか？いろんな寿司があります。有名な寿司は握り寿司、巻き寿司、この2つですね。この2つの寿司が有名です。僕は寿司が好きです。僕は今台湾にいます。台湾にいるときあまり寿司を食べません。でも僕は日本に行ったらよく寿司を食べます。皆さんはどうですか？皆さんもよく寿司を食べますか？皆さんは日本で寿司を食べたことがありますか？日本の寿司は美味しいですよ。僕は寿司が作れます。料理が好きです。僕は家で寿司が作れます。できます。でも僕の寿司より寿司屋の寿司の方が美味しいです。多分ね。僕が作る寿司より寿司屋の寿司の方が美味しいと思います。皆さんも寿司が作れますか？できますか？じゃあ次は果物について話します。果物です。
果物もいろんな果物がありますね。例えば、リンゴ、バナナ、オレンジ、ブドウ、桃、キウイ、マンゴー、たくさんあります。今日は果物3つを比べます。リンゴとバナナと桃。皆さんはどれが一番好きですか？僕は桃が一番好きです。桃が一番好きです。日本の桃は夏の時美味しいです。多分7月ぐらいが一番美味しいですよ。日本のリンゴも美味しいです。日本はたくさんリンゴを作っています。美味しいリンゴがたくさんあります。バナナ、バナナもいいですね。日本にバナナがあります。日本の南の方でちょっとバナナを育てています。でもあんまりないですね。日本のスーパーにはフィリピンから来たバナナとか台湾から来たバナナがたくさんあります。皆さんはこの3つどれが一番好きですか？僕は桃が一番好きです。でも多分この3つの中で桃が一番高いです。桃が一番高いです。なので僕はあんまり桃を食べません。お金があるときに桃を食べます。今夏です。ね、今8月です。僕は今年まだ桃を食べてないです。まだです。桃が食べたい。桃が食べたいです。皆さんはどうですか？桃が食べたいですか？バナナが食べたいですか？リンゴが食べたいですか？教えてください。次は朝ごはんについて話します。皆さんは朝ごはんを食べますか？僕は朝ごはんを食べます。でも時々朝ごはんを食べない人もいますね。皆さんはどうですか？朝ごはんを食べますか？それとも朝ごはんを食べないですか？僕は朝ごはんを食べます。僕は朝ごはんを食べると元気になります。最近僕はだいたい朝6時ぐらいに朝ごはんを食べます。僕は朝が好きです。だから朝早く起きて朝ごはんを食べます。皆さんはどうですか？朝ごはんを食べますか？朝ごはん食べないですか？僕は朝ごはんを食べると元気になります。でも
朝ごはんを食べないと、一日が始まりません。なんか、僕は元気になりません。皆さんはどうですか？最近僕は朝ごはんにおにぎりをよく食べます。あと時々サンドイッチも食べます。朝ごはん自分で作ります。皆さんはどうですか？家で朝ごはんを食べますか？それとも、カフェに行きますか？朝ごはんのお店に行って朝ごはんを食べますか？時々朝ごはんを食べに行く人がいますね。僕は家で朝ごはんを食べます。でも、時々、皆さんは朝ごはんを食べに行きますか？僕は朝ごはんを食べて仕事をします。朝ごはんを食べてから仕事をします。皆さんはどうですか？朝仕事しますか？それとも夜仕事しますか？はい、次は仕事についてです。皆さんは朝仕事しますか？それとも夜仕事しますか？僕は朝早く起きて朝ごはんを食べて仕事をします。僕は朝の方が仕事ができます。僕は朝の方が元気です。皆さんはどうですか？時々夜の方が仕事ができる人がいますね。皆さんはどうですか？朝の方が仕事ができますか？夜の方が仕事ができますか？仕事がない人、学生の人、朝の方が勉強できますか？夜の方がもっと勉強できますか？次は場所について話します。皆さんはどこに住んでいますか？賑やかな場所に住んでいますか？静かな場所に住んでいますか？皆さんはどっちですか？賑やかな場所に住んでいますか？静かな場所に住んでいますか？僕は今ちょっと賑やかな場所に住んでいます。でも静かな場所で生まれて育ちました。僕の実家は静かな場所にあります。実家は僕の家族の家です。僕の両親の家です。僕の実家は日本の静かな場所にあります。日本の山にあります。僕は静かな場所に住みたいです。皆さんはどうですか？賑やかな場所と静かな場所、どっちに住みたいですか？今僕は、ちょっと賑やかな場所に住んでいます。僕が住んでいる町は楽しいです。お店がたくさんあります。レストランもたくさんあります。楽しいです。でも夜もちょっとうるさいです。
僕は静かな場所の方が好きです。今僕が住んでいる町はすごくいいです。でもちょっとうるさいです。僕は静かな場所に住みたいです。皆さんはどうですか？賑やかな場所、静かな場所、どっちに住みたいですか？ここは結構静かですね。全然人がいません。誰もいません。今、この辺に誰もいません。僕だけです。海があります。自然もあります。綺麗な場所です。次は週末について話します。週末は土曜日と日曜日ですね。皆さんは週末が休みですか？ほとんどの人は週末が休みだと思います。僕の休みは木曜日と日曜日です。皆さんはどうですか？皆さんは先週末何をしましたか？皆さんは先週末何をしましたか？街に遊びに行きましたか？山に遊びに行きましたか？家でゆっくりしましたか？家でゲームしましたか？それとも家で日本語の勉強をしましたか？全部いいですね。皆さんは先週末何をしましたか？僕は先週末レストランに行きました。日曜日ですね。僕は木曜日と日曜日が休みです。で、日曜日にレストランに行きました。僕は普段、休みの時、海とか山とかに行きます。山に行ってハイキングしたり、このビーチに来て散歩したりします。今僕は町に住んでいます。なので、休みの日よく海とか山とか自然の場所に行きます。皆さんはどうですか？皆さんはどうやって週末を過ごしますか？はい、じゃあ次のレベルに行きましょう。ちょっと難しくなります。次は皆さんが通勤するとき、通学するとき、どうやって行きますか？通勤は仕事のために会社に通うこと。通学は勉強のために学校に行くことです。皆さんは仕事がありますか？まだ学生ですか？僕は今仕事があります。でも家で仕事をします。なので通勤しません。でも、昔僕が会社員だった時、会社に行きました。通勤しましたよ。もう10年ぐらい前です。僕が会社員だった時は
車で会社に行きました。皆さんは通勤しますか？家で仕事をしますか？通勤する人はどうやって会社に行きますか？車で行きますか？歩いて行きますか？それとも公共交通機関で行きますか？公共交通機関は電車とかバスとかですね。皆さんは通勤するときに電車とかバスとかに乗りますか？学生の皆さん、どうやって学校に行きますか？車で行きますか？歩いて行きますか？公共交通機関で行きますか？大学生の人は時々車で大学に行きますね。でもほとんどの人はバスで学校に行くと思います。電車とかバスで学校に行くと思います。たまに歩いて学校に行く人がいますね。家から学校まで近かったら歩いて行きますね。時々日本の大学生は車を持っています。車で学校に行く人がいます。それはいいですね。めっちゃ便利ですね。車があったらいろんなところに行けます。大学にも行けます。遊びにも行けます。デートにも行けますね。大学生でも車があったらいろんなことができますね。はい、じゃあ次行きます。次は睡眠について話します。睡眠の意味は寝ることです。寝ることについて話します。皆さんは毎日何時間ぐらい寝ますか？皆さんは長い時間寝ますか？それとも短い時間寝ますか？僕は長い時間寝たいです。僕は毎日8時間以上寝たいです。8時間以上寝たいです。8時間30分でも9時間でも9時間30分でもいいと思います。9時間30分はちょっと長すぎるかな10時間は多分長すぎると思います。でも長い時間寝るのが好きです。皆さんはどうですか？長い時間寝るのが好きですか？それとも睡眠は短い時間だけでいいですか？僕は8時間以上寝たいんですけど、最近ちょっと忙しいです。最近めっちゃ忙しくて、毎日6時間30分ぐらいしか寝れないです。最近なかなか寝れないです。ちょっと難しいです。なかなか寝れないです。皆さんはどうですか？毎日何時間ぐらい寝ますか？僕は昨日夜10時ぐらいに寝ました。で、4時半ぐらいに起きました。だから6時間30分ぐらいですね。はい。大丈夫です。皆さんはどうですか？毎日何時ぐらいに寝て何時ぐらいに
起きますか？そして皆さんにとって毎日何時間寝るのが一番いいですか？寝ることは大事だと思います。多分僕はもっと寝た方がいいですね。僕はもっと長い時間寝た方がいいですね。皆さんはどう思いますか？皆さんの寝る時間は長いですか？短いですか？皆さんももっと長い時間寝た方がいいと思いますか？あそこに座れる場所がありますね。ちょっとここに座りましょう。ここに座って休憩します。よいしょっと。はい。はい、じゃあ次行きます。次は SNS についてです。SNS。これは、インスタグラムとか、Facebook とか、YouTube も。英語でソーシャルメディアと言いますけど、日本語で SNS と言います。はい。皆さんは SNS をよく使いますか？あんまり使わないですか？僕は YouTube をやっています。なので、YouTube はたくさん使います。でも YouTube 以外あんまり SNS を見ないです。インスタグラムはアカウントがあります。時々インスタグラムに写真を投稿します。でもあんまり使ってないです。でも YouTube は見ます。僕は YouTube は見ます。僕は YouTube で言語を勉強します。この2、3年ぐらいずっと YouTube で中国語の勉強をし続けています。時間があるときに YouTube で中国語の動画を見て聞いています。YouTube は本当に勉強になると思います。僕は YouTube はいいと思います。なので YouTube はよく見ます。勉強のためによく見ます。皆さんはどうですか？ YouTube を見ますか？YouTube を見る人、皆さんの好きな YouTuber は誰ですか？皆さん好きな YouTuber がいますか？皆さん好きな YouTuber がいたらコメントで教えてください。僕は皆さんの好きな YouTuber が気になります。ね、知りたいです。皆さんの好きな YouTuber が気になります。皆さんもし好きな YouTuber がいたらコメント欄に書いてください。僕は知りたいです。で、僕はあんまり YouTube 以外の SNS を見ないです。いろんな SNS の動画は面白いと思います。インスタグラムも TikTok も Facebook も面白いコンテンツがたくさんあります。でも僕はそういう動画を見始めると止まらないです。そういう動画を見始めると止まらないです。いつやめたらいいかわかりません。ね、スマホを出して
SNS の動画を見始めますね。見始めたらどんどん動画が出てきます。止まらないです。僕はいつ動画を止めたらいいか全然わかりません。それがあんまり好きじゃないです。でも YouTube は勉強になるからよく見ます。皆さんはどうですか？ SNS をよく見ますか？あんまり見ないですか？はい。じゃあ次は食べ物について話します。ちょっとお腹が空いてきました。たくさん歩いていますね。たくさん歩いたので、ちょっとお腹が空きました。食べ物についての話です。皆さんは健康的な食べ物を食べていますか？あんまり健康的な食べ物を食べてないですか？皆さんはジャンクフードみたいな食べ物も食べますか？じゃあ今回の質問はこれです。皆さん、健康的な食べ物をよく食べますか？それとも食べ物は美味しかったら何でもいいですか？僕は健康的な食べ物をよく食べます。最近野菜をたくさん食べるようにしています。去年僕はちょっと病気になりました。まあ小さい病気ですね。風邪じゃないですよ。病気。ちょっと病気になりました。で、救急車で病院に行きました。その時に僕は決めました。その時、よし、これからもっと野菜を食べるようにします。そう思いました。で、最近僕はたくさん野菜を食べるようにしています。野菜は好きな人と嫌いな人がいますね。僕はとにかく野菜をたくさん食べるようにしています。そして散歩もたくさんするようにしています。僕は健康が大事だと思います。皆さんはどうですか？健康的な食べ物をよく食べますか？それとも食べ物なら何でもいいですか？日本にもたくさんジャンクフードのお店があります。ファストフードのお店もあります。ハンバーガーのお店とか、フライドチキンのお店とか、たくさんありますね。僕はハンバーガーが好きです。実はハンバーガーが好きです。でも健康のためにあんまり食べないようにしています。多分前回ハンバーガーを食べたのは半年以上前ですね。僕が前回日本に行った時に友達と一緒にハンバーガーを食べました。それから全然ハンバーガーを食べてないです。でもハンバーガーは美味しいですね。わかります。僕は
ハンバーガーならチーズバーガーが一番好きです。でも最近は健康のためにあんまり食べないようにしています。でも最近全然食べてないので、多分、そろそろ食べます。来週かな？多分来週の休みの日にハンバーガーを食べます。なんか、ハンバーガーの話をしていますね。ちょっとハンバーガーが食べたくなってきました。皆さんはどうですか？ちなみに、ハンバーガーが好きな人、ファストフードのお店に行ったら、皆さんはハンバーガーを単品で注文しますか？それとも、ハンバーガーとポテトのセットで注文しますか？僕は、子供の頃、よく家族と一緒にハンバーガーのお店に行きました。そして、ポテトのセットを注文しました。チーズバーガーのポテト M サイズセット。あとは飲み物をね、なんかコーラとかジュースを飲みました。オレンジジュースも一緒に注文しました。皆さんはどうですか？ファーストフードのお店に行く人は、単品で注文しますか？それともセットで注文しますか？最初は健康的な食べ物の話をしていました。でもだんだんファーストフードの食べ物の話になってきましたね。次は家についての話です。皆さんはどんな家に住んでいますか？僕は今アパートに住んでいます。皆さんの中に、この動画を見てくれている人の中に多分お金持ちの人がいますね。お金持ちの人の家はすごいですね。大きいです。庭があります。プールがあるかもしれません。はい。今回の質問は、皆さん、もしたくさんお金があったら、どんな家に住みたいですか？皆さんの理想の家はどんな家ですか？皆さんの理想の家はプールがある家ですか？庭がある家ですか？どっちですか？僕は、もしもっとお金がたくさんあったら綺麗な庭がある家に住みたいです。僕は残念ながらお金持ちじゃないです。今はお金持ちじゃないです。将来お金持ちになります。はい。もし僕はもっとお金があったら、もっともっとたくさんお金があったら、綺麗な庭がある家に住みます。僕はバーベキューをするのが好きです。子供の頃、家族と一緒にバーベキューをしました。僕の実家には庭があります。僕の実家は山にあります。だから庭もありますけど。で、家族とよくバーベキューをしました。僕はやっぱり大人になってもまだバーベキューがしたいです。家族で一緒にバーベキューがしたいです。友達と一緒にバーベキューがしたいです。
なので僕は、もしたくさんお金があったら綺麗な庭がある家を買います。プールもいいですね。でもプールは夏の時しか使えませんね。なので僕は庭がある家の方が好きです。皆さんはどうですか？皆さんの意見も教えてください。もし皆さんがもっともっとお金があって、すごい素敵な家に住めるならどんな家に住みますか？皆さんの理想の家を教えてください。はい、じゃあ次行きます。次は友達についてです。皆さんはどう思いますか？友達は多い方がいい。友達は少ない方がいい。どっちがいいと思いますか？多分友達は多い方がいいですね。でも僕はこう思います。僕は、少ない友達。でもその少ない友達はいい友達。すごく仲がいい友達。それがいいと思います。もちろん友達がたくさんいて、みんなと仲が良かったら最高です。例えば友達が100人いますね。友達が100人いて、みんなと仲が良かったらそれは最高ですね。それは最高だと思います。でも100人とすごく仲良くするのはちょっと難しいです。ちょっと大変です。なので僕は少ない友達を大事にします。僕は多分10人ぐらい15人ぐらい友達がいます。みんな仲がいいです。すごい仲がいいです。僕にとってそれが一番いいです。皆さんはどうですか？友達は多い方がいいと思いますか？友達は少ない方がいいと思いますか？でも僕は新しい人と出会うのが好きです。先週の木曜日、僕は新しい人に出会いました。それはアメリカ人です。その人が台湾に来てくれました。その人は僕の生徒です。僕の日本語レッスンを受けている生徒ですね。その人は奥さんと一緒に台湾に来ました。そして僕は僕の生徒の奥さんに会いました。初めて会いました。いろんな話をしました。すごく楽しかったです。なので僕は新しい人と出会うのも好きです。でも僕は僕と仲良くしてくれるその少ない友達を大事にします。皆さんはどうですか？ちょっと難しい話題です。でも皆さんはどう思いますか？
はい、じゃあ次のレベルに行きましょう。次はもうちょっと難しくなりますよ。皆さん頑張ってついてきてください。じゃあ次の質問は持ち物についてです。皆さん持ち物について、皆さんは持ち物が多いですか？少ないですか？僕は持ち物が少ないです。僕はあんまり物を持っていません。昔はたくさん物を持っていました。でもある時気づきました。なんか物がたくさんあると僕はあんまり集中できない。僕はたくさんの物に囲まれているといい考えが出てこない。そう思いました。で、5年ぐらい前ですね。今僕は30歳です。でも5年ぐらい前に断捨離しました。断捨離というのはもういらないものを捨てる。本当に必要なものだけしか持たないということです。たくさん物を捨てる。これはいりますか？これはいらないですか？考えてたくさん物を捨てます。そして僕はたくさん物を捨てました。たくさん物を捨てたら僕はもちろん家の中がめっちゃ広くなりましたね。そして綺麗になりました。それから精神的にもかなり楽になりました、ね、精神的にもかなり楽になりました。物が少なくなって心に余裕ができました。心に余裕ができたのでいろいろな新しいことを考えられるようになりました。皆さんはどうですか？皆さんの持ち物は多いですか？少ないですか？僕は持ち物を減らしたおかげでいろんな他のことができるようになりました。いろんなことを考えたり、もっと仕事ができるようになったり、いろんないいことが生まれてきました。皆さんはどうですか？持ち物といえば、僕の持ち物は一つのスーツケースに入ります。机とか椅子とかはもちろん入りませんね。家具以外、僕が持っている家具以外、僕の持ち物は一つのスーツケースに入れることができます。なので僕は引っ越しがめっちゃ楽です。例えば、もし皆さんが僕に、ケンさん、明日引っ越ししてくださいと言っても、OK。じゃあ明日引っ越しします。僕は引っ越しできると思います。皆さんはどうですか？もちろんいろんな意見があります。たくさんものがあった方がいろいろなことができる。わかります。僕みたいにものが少ない方がいろんなアイデアが出てくる。それもわかります。皆さんはどうですか？皆さんの意見を教えてください。今日はめっちゃ暑いです。でもあそこに日陰がありますね。ちょっとあそこで休憩します。今日はめっちゃ暑い。よいしょっと。いいですね。日陰いいですね。ちょっとここで休みます。休憩します。今8月です。
今日は多分33度ぐらいありますね。暑いです。めっちゃ暑いです。ほう。じゃあ次の質問いきます。次の質問は友達についてです。皆さんはどんな人と友達になりたいですか？皆さんは何かを一生懸命頑張っている人と友達になりたいですか？それともなんかいろいろ適当な人と友達になりたいですか？僕は何かを頑張っている人と友達になりたいです。例えば日本語の勉強をめっちゃ頑張っていますとか、今の仕事をできるだけ、全力でやっていますとか、皆さんは何か頑張ってますか？スポーツを頑張っている人もいますね。なんか毎日朝1時間ランニングしていますっていう人もいますね。いろんなことを頑張っている人がいますね。皆さんはどうですか？目標に向かって一生懸命頑張っていますか？僕は最近、YouTube を頑張っています。YouTube の動画を考える、動画を撮る、そして編集する。これ結構大変なんですよね。僕一つの動画を作るのに10時間ぐらいかかります。僕は仕事もありますね。日本語のレッスンもやってます。忙しいです。でも頑張ってます。それから中国語の勉強も頑張っています。いろいろやってます。忙しいです。疲れます。でも僕のこの人生は一回しかないです。だから体力があるうちにできるだけやりたいことをやるようにしています。皆さんはどんな人と友達になりたいですか？僕は目標に向かって頑張っている人と友達になりたいです。はい。よし。じゃあ休憩終わり。暑いけどもうちょっと頑張りますね。皆さんの日本語の練習のためにもうちょっと頑張ります。僕も頑張りますよ。暑っめっちゃ暑いけどもうちょっと頑張って話します。皆さん最後までついてきてください。頑張りますよ。一緒に最後まで頑張りますよ。はい。じゃあ次はちょっと面白い質問です。皆さん過去と未来わかりますか？ここまで僕についてきた人ならわかると思います。過去、未来。過去と未来について話します。皆さんは過去に行ってみたいですか？それとも未来に行ってみたいですか？今僕たちはタイムマシンがないです。なので過去も未来も行くことができません。時間は進んでいきます。なので僕たちが頑張って生きていれば将来いろんなことができます。今2025年です。もし僕たちがまだ来年も生きていたらそれは今の僕たちにとって未来です。2026年は僕たちの未来です。じゃあ、この質問は、
100年前と100年後、どっちに行きたいですか？皆さん、もし行けるなら、100年前の過去と100年後の未来、どっちに行ってみたいですか？僕は両方興味があります。ね、もし両方行けるなら行ってみたいですよね。でも、もし一つ選ばないといけないなら、僕は未来に行ってみたいです。未来の方がもっと気になります。僕たちのこの世界はこの10年、20年ぐらいでなんかどんどん変わってきましたね。この世界変わるスピードが速いです。いろんな街も発展してきましたね。いろんな技術もすごいです。多分30年ぐらい前はスマホがなかったですね。でも今僕たちはスマホを持ってます。スマホでいろんな国の人と電話することもできるし、メッセージすることもできます。ね。スマホで YouTube を見ることだってできます。スマホで買い物もできますね。すごい世界になりました。でも、この世界はこれからもどんどん良くなっていくと思います。良くなっていくかどうかよくわかりません。でも僕はこれからこの世界が良くなっていってほしいです。なので僕は未来に興味があります。僕はいつも前を見ています。皆さん日本語を勉強していますよね。皆さんの過去を振り返ると、一番最初日本語を勉強し始めた時は多分ひらがなもわからなかったと思います。全然日本語わからなかったですよね。でも今皆さんは僕の日本語がたくさんわかりますね。そしてひらがなもカタカナもわかりますね。多分漢字もちょっとわかりますよね。素晴らしいです。皆さんの日本語はだんだん上手になってきました。素晴らしいです。皆さんの日本語はこれからも上手になっていくと思いますよ。これからも日本語の勉強を一緒に頑張っていきましょう。ここに一つ面白いものがあります。皆さんこれ日本語で何て言うかわかりますか？これ日本語で望遠鏡って言います。望遠鏡は遠くのものを見るためのものですね。皆さんちょっとこの望遠鏡を見てみます。ね、僕は今からこの望遠鏡を使って向こうの方を見てみます。何が見えますか？すごい。しっかり見えますよ。僕は皆さんの未来が見えます。皆さんの日本語がもっと上手になって日本人と日本語を使ってたくさん話している皆さんの未来が見えます。